皆さんようこそ我が青空宮殿に、これからご案内をしたいと思います。誰もどうにもならないというこの場所を私流で、解決するモデルを作りましょうというところから始まったんです。でこのモデルの目的はいくつかあってですね、一つは、自然生態系をうまく利用した農法、これは耕さない肥料も外から持ってこない、この中である有機物が巡回するとか、それから生態系ですから一年中休まずに作物が連続して取れるとか、それからここで作業してるうちに、リハビリ効果が出て、元気になっていくとか、もちろんその病害虫対策、そういうのも全部 EM 技術でやっていこうと、こういうことで始まったんですが、あまり忙しすぎてなかなか集中できなかったんです。完成度からいけば70% ぐらいまでは来ています。青草を全部借りて液肥にするんですが、これは液肥はこういうふうもう草を借りて、ドラムにですね 1% の糖蜜と1% の活性液を入れて、でこの青草を、これはもうどこから取ってきた種もで、こんな感じで、で3日ぐらいすると発酵して、で普通はとても臭くて匂い立っておれないですけど、活性液と糖蜜がスタートの段階でしっかりしておれば匂いが全くなくて、それちょうど3日か4日ぐらいすると、でこういうインスタント堆肥に、インスタント堆肥に、なるんですね。ですからでこう今シークワーサーとかですね、こう周りは全部果物になってるんです。それから複木栽培ですから、耕さずにですね、例えばこの前のこんな風に前草生えてた場所はですね、こんな風にいっぺん穴を掘って、でこの木炭を、で大きなミミズがいますけど、これ入れて、これを植えて、でこういうことをやっていくっていうのがあっちの、この僕らなんですね。でこの場所は駐車場、この駐車場と一緒ですから、土はこんなもんなんです。それでこの支柱は立てても途中で倒れてしまいますので、
こういうようにして支柱も立てるんです。だからとても耕して折れる場所ではない。こういう場所に穴を掘って、今なら木炭を入れてちゃんと定食した後、このインスタントの堆肥を敷いていく。そしてそれをですね、で液肥ができたらこんな風にして、でこのオクラとのこの間に、はい、これを1週間に1回やればもうわーっと成長して、これは丸オクラですから大きくなっても大丈夫。こういうことなんですね。ですから普通は草はもうこれも全部草ボランティアが協力してくれるんですよ。草借りるなって言ってる。で僕はどういうふうにしてるかというと、こういう場所をこれをこう入れちゃうというこういうことなんですよね。であとはもうこれをやるのと、活性液を雨ね、あとは50倍ぐらいですね。晴れた日は100倍ぐらい、週に1回軽くまくと、これでまあ野菜はほとんど OK で、あとはレタスが入ってたんです。でレタスの後耕さずにそのままこう都小豆を、植えていくんですが、あっちは早く植えましたので、だから支柱を立ててどんどん成長しながら、前のこのレタスはそのままこの支柱の補助材的に使うんです。でこれが秋に終わるとまたレタスが入ります。で今1回目の収穫が終わって今2回目の花なんです。でこの小豆は肥料、今のように液肥をどんどんやっていくと1年間通してザーッと取れます。そしてこの小豆はですね、まだ青いんですが、この豆をですね、いちごに対して、五粒、これはちょっとまだ早いですね。もうちょっと見てみますかね。黒い、これもまだ茶色ですね。でこれをいちごに対して五粒入れると狛江でも新米並みに美味しくなる。それですごい抗酸化力があって、でこれをずっと奥まで、植えていって、で秋になって、だんだん勢力が落ちてくると今度はレタスを植えていく。ですから一年中
休まずにちゃんと仕事をしてくれる。で肥料はもうこの辺の草を全部やって、で時々肥料強化したいという時は200リッターに1キロぐらい塩を入れて、それでパワーアップしてます。ですからこのみかんですね、これシーコシャなんですが、こういうのが5、6本あって、もうびっしり実がついてるんですが、これはもう根元の方に炭ですね、無煙炭かけで焼いた炭をガサッと巻いて、それから上から活性液を年に2回ぐらい思いっきりやる、こういうやり方なのです。ここにある野菜は長命草といって、でこれはご飯と一緒に炊くとやっぱり小米が新米並みに美味しくなる。しかもこれ多年草で実際は海岸べりにしか生えないんですけど、今のように EM で塩を入れて肥料にしていると、もうずっと一年中野菜畑になる。でこれはもう春的には、オクラとかモロヘイヤがとても太刀打ちできないです。これはもうすごいパワフルなんで、ただこれ自体はあんまり味もそっけもない。ですから他のものと上手に組み合わせて、食べてもらうとすごい抗酸化力の強い、野菜になります。であとじゃあここが温めれば宮殿の入り口みたいに見えますが、この今花が咲き、これは台湾蓮魚で結構蜜も多いんで、ミツバチがよく集まってくれるんです。このグアバは私が現役時代にコスタリカから入れたもので、ビタミン C も圧倒的に高くて、ポリフェノールも高くて、で普通はグアバっていうのはなんていうんですかね、立ち枯れ病にフダリウムにとっても弱いんですが、これはフダリウムにかからないんですね。だから80種以上入れた中からこれ一つが見つかっていて、これ今サンセンファームにも防腐林代わりに植えるということにしてるんですね。でここにあるのは果物卵といって、あと入り口の方のやつは今花咲き始めてます。であっちの角は梅とかピタンガとかグアバとかですね、はい、それからもうパッションフルーツはシーズンが終わりましたけど、まだこんな風に実が残ってたり、してます。で今根元の方にEM のシールを処理してますので、それをやると年中花が咲いて実がつくと、こういうことでですね、このパッションフルーツはピークは年2回ですね。それでずっと楽しく、この品種は甘くて美味しいですから、はい、これもびっしりついていて、今朝も相当取ってあちこち持たしたんですが、はい、でこれは去年の10月に台風10号で揺られて剥がれたんですね。ですけどそれは回復して、もうここをずっと見てると分かるようにですね、ずっと
実が今、120、30個実がついてます。はい。ですから、で、こういうのはですね、どうするかというと、追肥をします。はい。さっきのですね、液肥をここもこれのも仕込んであります。でこの上ここはなんて言ったアフリカ米とかいると全部放り込んで発酵させます。でこれを、こういうふうに焼き火にしてですね、でこの例えばこのバナナを大きくしていきたいときはこう根元に、でこの大きくしたいのをですねこう根元に向けてまあ、週に1遍ぐらいですねこれをかけていくと、どんどん実が大きくなって、じゃあ向こうちょっと案内します。液肥をやります。でこれをかけていくと残ってる株もガーッと元気になって、それでこれがさらに成熟するとああいう実に、なるんですね。であれはあと2週間ぐらいすると25キロぐらいになって収穫できるようになります。はい、そしてこれがそうなんですね。実がちゃんとなって花がびっしり咲くんですが、こういう状態で花がついていきますので、蜜がいっぱいあるんで、ミツバチが全部飛んできます。ずっとこんな感じで、タケノコ竹林みたいになってきたんですが、これも普通のバナナ畑はこんなひどい密植ではありません。だいたいこれの4分の1ぐらいなんです。まあ、こんな感じにはならないんですね。そこまで、育ってきれないんです。はい、でこんなふうにいっぱい出てくるんですが、植物っていうのはですね、自分が育つことができる場所にはいっぱい芽が出てくるんです。ですけどこれを育てきらなかったらみんな中途半端になる。それでまあ私は今のようにこう液肥とかそれから防風林の枝なんかを全部敷いてこんな風に広げているんですね。それでこの上から EM を巻くとEM をわざわざ巻く必要なくて、まあ実を大きくしたい株だけにこの液肥をやると、まあ、こういうことをずっと繰り返している。これが鉄の入ったですね鉄入りの活性液で、これを年に、まあ、4回ぐらいですね、ジョロに入れてダダダと巻いていきます。そうすればもうこの下葉をかいてこずっと堆肥みたいに敷いてありますが、これがそのまま、そっくりですね土に戻ってで、まあ、しっかり茂ってますから草も生えてこないしこの葉っぱと収穫段差を戻してEMをこう
適当に適当これがダーッとみんな家向かして、はい、でどんどん成長してで最終的にはですね、私の仕事はもう収穫するだけ。農業は種をまいて収穫する、この2つはやらなきゃいけないんですが、それ以外は今言ったように普段の管理のプロセスの中に全部飲み込むことができるんですね、織り込むんです。はい、ですから本当の意味ではもうこれは収穫だけですから、究極の農業に近づいている、こう考えてですね。今こう全部なってますけど、これ収穫終わると全部高い枝は全部剪定をして、でこれを乾燥させた後無塩炭かけて、炭を大量に作って、この炭を適当な株元に、まくと、こういう方法を、取っているんです。ですからここに存在するものは全て、有用役に立っていて、それで自然生態的にですね、みんなそれぞれ役割を果たしているということに、なります。じゃあちょっとね、雲南百薬もう一回紹介します。バナナになってるんですが、この間に粒が絡んでます。でこれは例の雲南百薬という結構おいしい野菜でですね、でこれを毎日3枚食べたら病気にならないという薬草なんですね。でこれがずっとこう広がっていて、でこの清涼満量も茂ってくると下を取って上に生やします。これが防風林的にもなるし、バナナが倒れそうになるとこれで大きくなると支柱にしたり、それからこの雲南百薬がこれに巻きついて野菜の支柱にもなるんですね。ですからこういう意味で自然の中にある全てとは言わないんですが、かなりの部分をですね、この生産的なあるいは生態系的に環境が安定するようなですね、こういう使い方ができるわけです。だからこう見るともうみんな実なんですよ。でこの真上もそうなんですけど、だから実際はこれ黄金の山なんです。じゃあ元へ戻りましょう。こう植物はもうみんなニコニコしてですね元気よくこっちの希望通りに成長してくれると、こういうことなんですね。だからあと収穫が終わって空いたところは次の苗を植えて EM をかける、もうこれを繰り返していきますから、耕す必要はない。で従来のような野菜の植え方とか、あれはこの野菜を作って売るためにやってですね、だけどこれみたいに自給自足で考えていくときは売るわけではない。できたときは今バナナも
年間300個以上なるんですが、これ全部ホテルのショップで、売ってもらって、で福島の支援金とかですね、ユネットのいろんな活動資金に、寄付しているんです。ですから、こっち楽しみながら、こっち来る人にみんなお土産をあげたり、私も今年で80歳になりますから人生の楽しみとしてですね、こういう自給自足で楽しくこれやりながら自分が健康になって、本当の意味で自然を理解できるように、なってきました。だから今ここで何かお願いすると大体みんな叶うような場所に変わってきました。だから本当に植物のためのですね、青空宮殿が出来上がってきたと、こういうことなんですね。これからますますリッチになっていきますので、沖縄おいでの折は、こちらへ訪ねて勉強してください。私がおればちゃんと説明もします。はい、今日はこれで終わります。